ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA アイテムの普通じゃない使い方、そんな使い方あったんだっていうアイデアあふれる使い方を紹介します。インスタグラムのストーリーズでアンケートを行いまして、皆様から貴重なお写真コメントをいただきましたので、そちらも紹介します。まずは有効ボードのスコーディスです。壁に設置して使うのが主な使い方で、デスク周り、さらにはキッチンでも活躍してくれるアイテムです。このようにアクセサリーが豊富なので、ここに収納あったらなを叶えてくれるとてもいい商品なんです。私もデスク横でも使っています。で、今回アイディア光る使い方を教えていただきまして、こちらのロースコグワゴン、 IKEA の有名なワゴンですけども、ここに設置して使うという使い方です。で、このワゴンは子供部屋の収納なんですけど、奥行きのある収納で、手前にこのワゴンを置いて学用品を収納しています。奥のものを取るときはワゴンなので簡単に移動できるので、スペースを有効活用できます。こちらはスコーディスのボードの一番小さいサイズです。なんかよく自作パーツを使って設置している方は見かけたんですけど、なんとスコーディスのフックを使って設置できるということなんです。こちらの商品です。いや、思いつかなかったですね。いや、まさかこれで設置できるなんて全然気づかなかったです。で、こちらのフックを逆さま、上下逆さまに設置します。いや、ほんとこれ気づいた方天才ですよ。いや、もうほんともっと早く教えてほしかったぐらいですね。はい、こんな感じで引っ掛けました。全然安定してます。ワゴンがひっくり返ったりすることもないです。今のところ右手方向に設置することもできます。で、学用品で鍵盤ハーモニカと粘土板がやっぱ大きくて収まりが悪かったんですよ。で、このようにスコーディスのアクセサリーを使ってすっきり収めることができました。子供自身もとても気に入ってくれました。これはすっきり気持ちがいいです。と、このワゴンにはお道具箱とかシーズンオフになった絵の具セットなどが入ります。で、この有効ボードなんですけども、壁に設置する以外にもこのように使っています。こちらはドアハンガーに長い S 字フックをかけて有効ボードを吊り下げています。難度のドアなんですけども、掃除道具がパッと取れてとても便利になりました。このドアフックは IKEA の商品です。 S 字フックは Amazon で買いました。こんな風になっています。この後ろのバーはスコーディスに付属しているものです。スコーディスは実は壁面に設置するだけじゃなくて、自立させるパーツも売ってますし、クランプさせてこのようにデスクの天板に設置することもできます。家具側に設置するパーツも販売しています。また最近 IKEA ではロースコグワゴンの新色も発売されました。こちらの3色なんですけど、とっても春っぽくて可愛いです。ぜひお店に行かれた際はチェックしてみてください。ちなみに私、このミニサイズの方のロースコグワゴンをデスク横で使ってるんですけども、一応ね、スコーディス設置することできました。デスク周りこそ細々したガジェット多いので、このアイデアは活躍しそうです。で、ここは充電ステーションとしても使っていまして、あとリビングにあったら便利なものをいろいろ収納しているんですけど、ちょっとアップデートがあるのでまたシェアします。ここに延長コードを置いてスマホなどを充電しています。延長コードは IKEA の商品を使うと事務用品感のないおしゃれなコードなのでおすすめです。色がごちゃついててもベル光線というサイドテーブルの中に隠せば見えなくなるので気になりません。で、ティッシュケースはマグネット式にしました。このように上の底面にペタッと貼っています。ワゴンのバスケットの中ってごちゃつきがちなんですけど、蓋をすることですっきり見えますし、ほこりよけにもなります。また一番下のバスケットは外してしまっていて、ノートパソコンが置いてあります。バスケットを外した際にフレームに直接の竹製の蓋を置くこともできるんですよ。私は旧製品を使っているので、今のリニューアル品でこれができるかどうかわからないって前言ってたんですけど、先日テレビの取材を通して確認していただきました。今の小さい方のロースコグワゴンでもこのように直接天板を置くことができますので、バスケットを外して使うことも可能です。
中段も外してしまえばファイルボックスなんかも置けますし、使うの難しいなと思ってる方はぜひ試してみてください。私はノートパソコンの電源をここから取れてこの場でパッと使えるのがとても便利になって気に入っています。続きましては IKEA ロングセラーのシューズボックストローネスです。こちらはとてもコンパクトなシューズボックスとして人気なんですけども、日本では結構備え付けのシューズボックスがついているお家が多いので、むしろじゃない使い方をされている方が多いということが分かりました。中でもこのスリムさを利用して洗面所で使ってタオル入れにしているという方が多かったです。お風呂から直接届くドアのそばに設置できるのが嬉しいポイントです。こんなドアギリギリに置ける棚ないですもんね。なかなかラフに入れても整って見えるのもポイントということです。またスリムなのでお手洗いにも便利みたいです。あとゴミ箱にしているという方もいらっしゃいました。その方はこの容器を外して洗っちゃってるそうです。見た目がシンプルなのでかなり使い勝手いいですし、賃貸の方でも石膏ボード用の瓶で設置しているという方が多かったです。こちらはトローネスではないんですが、同じく薄型のシューズボックスを美容室でタオル入れにしているという方もいらっしゃいました。なんと動画を送ってくださって本当にありがとうございます。最近とっても素敵なお家にお邪魔させていただきました。ご存知の方も多いと思います。秀丸さんと豚汁さんのお宅です。よくインスタとか YouTube では拝見してたんですけども、実際こうやって見ると感動ものでした。素敵な植物と家具がたくさんあるんですけども、で IKEA のアイテムの使い方もとっても面白いので紹介させてください。こちらは洗面所なんですけども、 IKEA のブルーのアイテムがアクセントになっていてとても素敵な空間です。そして皆さん気づかれましたか？この棚なんとドールハウスなんです。洗面所がとても可愛い雰囲気になってますよね。オープン収納ですけどもおしゃれなアイテムでまとめられています。ちなみに上部にあるメガネを置いている棚も IKEA の商品です。こちらもキッズコーナーのアイテムです。でこのドールハウスなんですけども IKEA でもちょっと面白い使い方をしているコーナーがありました。こちら壁面に取り付けられていますね。そして本が収納されていました。一部はディスプレイ、一部は本棚という活用例です。子供部屋にもぴったりですね。もう一度秀丸さん、豚汁さんのお家に戻ります。こちらのハンガーがかかっている黒いパイプ、 IKEA のあるアイテムなんですけども、何かわかりますか？こちらもともとはキッチンの収納コーナーで売られているレールなんです。黒で塗装されていてとてもおしゃれですし、サイズ感もぴったりだったのでこのように使っているということです。このクローゼット以外にもリビングの窓際にもこのレール設置されてまして、植物やライトを吊るすのに使っていらっしゃいました。 IKEA アイテムをホームセンターの部品のように使われていますよね。なんかキッチン用のポールって言っても最初伝わんなくて、要はサヌさんが本当だって言ってくれてすぐ伝わったのがすごい。秀丸さん、豚汁さんのこの素敵なお家はルームツアーを開催されていますので、参加すれば実際に収納ノウハウやインテリアのテクニックを教えていただけます。気になっている方はぜひ開催されているうちに要チェックです。概要欄に秀丸さんのインスタのアカウントを載せておきます。続きましてはインスタのフォロワー様から教えていただいた IKEA アイテムのじゃない普通じゃない使い方紹介していきます。こちらの取っ手付きのガラス容器なんですけども、とてもデザインが可愛くて食品用なんですが、洗剤入れに使っているというお写真をいただきました。もともとのパッケージよりおしゃれですし、残量が分かりやすいのが便利ということです。しかもこの容器取っ手付きだからとても使いやすそうですね。 IKEA にはいろんなガラス容器があるので選ぶのは楽しいと思います。私はこのガラスの蓋がついているタイプをティッシュ入れにしています。蓋は使ってないんですけど、微妙にちょっとだけくびれてるので出し入れがうまくいく時もあります。あとこちらも IKEA のガラス容器なんですけども、ナッツ入れにしています。お菓子食べたい欲を抑えるときにさっとつまめるのでいいですよ。
IKEA にはキャンドルホルダーがたくさん売っています。デザインが可愛いものでプチプラなものがたくさん売っています。でもキャンドルは意外と使わない方が多いと思うんですけども、アクセサリートレイにぴったりなんです。こちらティーライトキャンドルホルダーですけども、めちゃくちゃ可愛いですよね。パーソナルスタイリストをされているエミリーさんから実際に使用されているお写真を提供いただきました。ありがとうございます。私もこちら同じくティーライトホルダーですけども、指輪入れにしています。3つセットでとてもプチプラですし、カラーがとても可愛いので気に入っています。ちょっと上げ底になったデザインなのでちゃんと取り出しやすいです。アクセサリーだけじゃなくてリップやペン立てにされている方もいらっしゃいます。プチプラで可愛いものがたくさんありますので、キャンドル使わないって方もキャンドルホルダーコーナーぜひ立ち寄ってみてください。こちらはドリンクホルダーです。デスクなどにクランプして使うものです。木の質感がとても綺麗で気に入っている商品なんですが、なんとドライヤー収納にされているという方がいらっしゃいました。これは面白いということでやってみました。確かにサイズ感ぴったりすぎてもうちょっと笑っちゃいましたね。うちのドライヤーのためにありますかっていうぐらいぴったりすぎるんですけど、ただちょっとうちはクランプする場所がなくてこの使い方はできないんですけど、ここにね引き出しがついてるので、もうこれ意外と安定感あるしおすすめの使い方だと思いました。この商品ブラックもあります。ちなみに私はこの引き出しの中にこんな風にもうふわっとしまってるんですけど、うちはパナソニックの C ラインという洗面台ですが、 IKEA のボックスがぴったりサイズで入ります。片側の仕切りが低くなっているのでドライヤーのハンドルもうまく収めることができます。このボックスはカラー張りも豊富なのでお好みのカラーをチョイスしてください。続きましてはまな板です。ちょっと足のついたまな板があるんですけども、これをモニタースタンドにされているという方がお写真を送ってくださいました。サイズ感ぴったりですね。次は憧れのワードローブシステムパックスなんですけども、こちらをキッチンに導入されているという方がお写真を送ってくださりました。天井高ぴったりなのでもう作り付けの造作家具みたいですよね。閉めると一面壁になってすごいです。細かく棚板も追加されていて使いやすそうですね。こちらは本棚のビリーなんですが、パントリーとして使われているという方がいらっしゃいました。奥行きが薄いので重宝しているとのことでした。ビリーはガラス戸を設置したり下半分だけ扉をつけたりすることもできますので、食器棚など多用途に使用されている棚です。デザイン性が高くてプチプラなもの、こちらのハッチカバーもその一つです。こちらは櫛が入ってますね。化粧品を入れたりペン立てにしたり多用途に収納として使うことができます。このピンクのハッチカバーもめちゃくちゃ可愛くてペン立てにしようと思ってたんですが売り切れてました。新商品です。 IKEA は多種多様なフレームが売っています。このような厚みのあるフレームがありまして、こちらを使ってぬいぐるみやフィギュアなどをディスプレイする使い方もあります。最初見た時はびっくりしたんですけども、結構キーホルダーを飾ったりとかコレクションアイテムを飾ったりとかいろんな使い方をされているとコメントをいただきました。こちらのフレームは結構国によって売っているサイズ感が違いますので、皆様の国のオンラインサイトをチェックしてみてください。こちらも IKEA の店舗で見つけた工夫のある使い方なんですけども、絵本棚のフリサットなんです。これを上下逆さまに設置してお絵かきロール紙ホルダーとして使っている例です。ここバーが円柱だからこういうことができちゃうんですね。でもこれロール紙ね入れ替えるのすごい大変そうですが、逆さまにつけて上は棚っぽく下はハンガーレールのような使い方もできそうです。本当にたくさんのコメントお写真いただきましてありがとうございました。このアイデアいいねみたいなコメントをいただけますととても嬉しいです。見てくださっている皆様もぜひ IKEA の商品のじゃない使い方教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。